皆様、こんにちは。ミニマリストリーです。今日も音声によるラジオ形式でお届けいたします。チャンネル登録していただいたり、コメントをいただけたら嬉しいです。このチャンネルは、物が多くて家が片付かなくて困っている方に向けたチャンネルです。物を上手に手放して家をすっきりさせるためのお話をいろいろしておりますので、ぜひ最後までご覧くださいね。私も以前はなかなか物を手放せなくてというより、むしろ何も考えずに物を買い集めて溜め込んでいて、いざ家をすっきりさせようとした時に捨て活で悩んできた一人です。なので手放したいのに手放せない、家をすっきりさせたいのにやり方がわからないとお悩みの人のやる気を応援するために捨て活に関する動画を作っています。捨て活とか整理整頓ってなかなか難しいですよね。この動画では捨て活に必ず取り掛かれるようにするための5つのステップについてお話ししたいと思います。これは私が自分の家の捨て活をするときに使っているステップです。いざ捨て活をしようと思っても何から始めていいかわからないですよね。やらなくちゃいけないことが一気に押し寄せてきて、考えるだけで混乱してきます。いろんなところを同時に片付けようとして家中がぐちゃぐちゃになってしまったり、一日で一気にやろうとして疲れてしまって途中でやめてしまって、その後数ヶ月間床に物が置きっぱなしになっている、そんな状態になってしまうこともあるかと思います。この動画を見ればシンプルなステップで捨て活に取り掛かることができます。捨て活をするためのモチベーションにしていただけたら嬉しいです。私にとっても最初は捨て活はとっても難しかったです。なぜかというと、もったいないと思ってしまうからです。せっかく買ったのに、せっかくもらったのに、いつか使うかもと思ってしまうからです。でもどうやってそれを克服してきたか、どうやって捨て活を進めてきたかをお伝えします。ステップ1、ターゲットを決める。家がぐちゃぐちゃ、物がいっぱい、置き場所がない、床にまで物が溢れている。もうこんな環境は嫌だと思った時に、捨て活のことを知って自分も捨てていこうと思った時、捨て活を始めようとする時に多くの人が経験していることは、どこから始めようということだと思います。キッチンもダイニングも寝室も玄関も全ての場所で物が溢れていて困っていると、全部一気にやってしまいたくなりますよね。そして永遠に終わらないような気がして気が遠くなりそうですね。でもここで大事なのは、捨て活を進める場所を一つ決めることが大事です。一つの場所、一つのターゲットを決めましょう。全部の部屋を一気にやろうとしてはいけません。最も捨て活が必要な場所はどこなのか、最初に捨て活をするところはどこなのか、ちょっと時間をとって考えてみてください。捨て活や整理整頓をするための最も重要な場所のことを捨て活ターゲットと呼びましょう。場所が決まると捨て活をするべき道順が見えてきます。絶対キッチンとか明確にターゲットが分かっている人はラッキーです。すぐにステップ2に進めます。どこの部屋から取り掛かったらいいかわからない人は、それぞれの部屋に入って部屋の様子を眺めて、棚を開いて引き出しを開けて実際に検証してみることをお勧めします。実際に部屋を見ながら、寝室は重要？キッチンはそうでもないかな？ダイニングはどうかな？とか、そうやって切り分けると、どこが一番緊急を要しているか、どこが捨て活が最も必要な場所なのかのスタートポイントが見えてきます。少なくとも今はあまり気にならない場所については考えなくていいと思うと気が楽です。もちろん捨て活ターゲットは日々変わります。今の捨
捨て活ターゲット、つまり今日現在の捨て活の場所について考えるというのが大事です。どこから始めたらいいか本当にわからない人の場合、人それぞれの緊急度によりますが、一番長時間過ごすところを目安にしてもいいと思います。例えばリモートワークで家で仕事をする時間が長い人なら仕事部屋から始める、リビングで過ごす時間が長い人はリビングから始めるなどです。またキッチンはだいたい大仕事になりがちなので、最初に手をつけるのは避けた方がいいかもしれません。捨て活に慣れていない人は、例えば玄関など小さなスペースから始めてもいいかもしれません。私の場合、ここ数週間仕事部屋の模様替えをしているんですが、模様替えをするためにとりあえず物をしまって隠しておく必要がありました。例えば読んでいない本、古い書類、使っていない文具とか、見えてほしくないものを空いている棚に押し込んでいました。正直言うとずっとしまったきりだったので、これが私のこれからの捨て活ターゲットになるので、頑張って手放していかないといけません。あなたの捨て活ターゲットはどこですか？見るだけでストレスを感じるような、捨て活をしなくちゃいけないなぁと感じている、でもずっと捨て活できていない場所、どの場所があなたの捨て活ターゲットなのか、概要欄で教えてくださいね。ステップ2、スケジュールを決める。捨て活ターゲットが決まったら、次にいつやるかを決めましょう。いつやるか、これが最も重要です。いつか暇な時にやろうとか、今日の夜寝る前に空き時間があったらやろうとか、週末の空いた時間にやろうというのでは決して実行することはないでしょう。まず時間を確保することが大切なんですね。いつやり始めるのか決めて、携帯のスケジュールに予定を入れたり、アラームをセットしましょう。携帯のアラームやカレンダーアプリでもいいし、紙ベースのカレンダーや手帳でもいいんですが、日時を決めましょう。この時間はこれをやると決めておかないと、他のスケジュールはどんどん埋まってしまうからです。銀行に行くとか、誰かを迎えに行くとか、用事があるとき、何かをしなくちゃいけないときは、携帯でも紙ベースのカレンダーでもスケジュールを設定して予定を入力したり書き込みますよね。それと全く同じように、捨て活のタスクも同じようにスケジュールを設定します。カレンダーに予定が入っていれば実行できます。忙しかったりして、その時にできなくても別の日に設定し直すこともできます。その予定の日や時間になったらやらなくちゃということがわかります。もしどうしても時間がなくて計画するのが難しい場合、カレンダーに10分、15分、20分、30分でもいいから予定を入れてください。少なくとも捨て活に着手し始めることが大事です。過去の自分の経験から気がついたんですが、スケジュールさえ決めてしまえば、例えば30分でも捨て活は実行できるし、意外とサクサク進むし、例えば音楽を聴きながらとかでもいいので、その捨て活ターゲットの場所に自分がいさえすれば、捨て活を実行することはそんなに難しいことではありません。そして捨て活を始めたら意外と乗ってきてしまって、でも決めたスケジュールの時間が終わりそうだけど、まだ続けたい場合は続けてください。やる気が出てそのまま捨て活を続けたくなった時に備えて、余裕のあるスケジュールを立てておくことをお勧めします。とにかくスケジュールを立てる、捨て活のための時間をとって予定を決めてしまうというのがこのステップ2です。この日のこの時間にやるんだと決めることが大切なんです。ステップ3、理想の状態を想像する。これは5つのステップの中で一番楽しいステップだと思います。捨て活後に部屋がどのように見えるようにしたらいいかを思い描いて、捨て活した後の理想の部屋を想像して視覚化するんですね。なぜこれが一番楽しいかというと、こうなったら素敵だなとか、
こんな部屋にしたいんだけど、これが理想なんだけどなとか、いろいろ考えることができる点が楽しいです。このステップのゴールは、どんな風に部屋を見せたいかを想像することです。例えばウェブサイトで素敵な部屋の写真を見て、こうしたいなと思ったり、インスタグラムとかピンタレストを見て整頓された理想の部屋の写真を見るだけです。インスピレーションを与えてもらうんですね。そしてこうしたい、こうなりたいんだという理想の方針を決めます。こうなるためには何をどのぐらい手放さなきゃいけないか、相当たくさん手放さないとこれには近づけないなぁと覚悟も決まります。こういうふうにするぞという決意も大事です。そしてこの写真みたいな感じにするには、これとこれを捨てたら実はこの棚はいらないんじゃないかとか、こうしたら部屋がもっとすっきりするなとか、具体的な理想が描けます。またはもっと凝ってみて、スマホのアプリやパソコンのソフトウェアを使って模様替えツールで部屋のレイアウトを作ってみることもできます。無料のレイアウトアプリがいろいろあります。概要欄にリンクを貼っておくので、興味のある方は見てみてくださいね。アプリを使って部屋をビジュアル化すれば、この家具をここに置いて、この引き出しを手放したら本棚はここに置いてとか、シミュレーションできて部屋がどんな感じに見えるかがわかります。この家具はここになくてもいいんじゃないとかもわかるので、不要なアイテムを分類するときに便利です。ステップ4、手放すものを選ぶ。ここが一番難しいステップです。断捨離ターゲットを決めた、時間も設定した、理想の状態も決まった。次のステップは、物について正しい質問を自分に対してすることです。ここからは実際に物を見ながら行動します。一つ一つのものについて決断しなければなりません。正しい質問とはどういう質問かというと、これは必要なものか、これは好きか、持っておきたいものか、使っているものなのか、家に置いておく意味はあるのか、今まで置いてあった理由はあるのか、例えば季節物なので1年に1回は絶対必要なのかとか、すべてのものについて素早く検証していく必要があります。感情は入れないで素早くがポイントです。感情を入れると手が止まります。もったいないなぁと罪悪感を感じたり、買った時は高かったなぁとか、例えばこれは結婚式におばにもらったものだから捨てるわけにいかないとか、もし捨てたらおばは何と思うかとかの感情は入れてはいけません。感情を入れると正しい判断ができなくなります。感情を取り去って正しい質問をしましょう。必要なものか、好きなものか、使っているものなのか、家に置いておく意味はあるのか、シンプルな質問です。そのものを便利に使っていて機能を果たしているなら手放す必要はないし、美しくて見ていると幸せになるものは残せばいいんです。使っているし、機能や目的を果たすけど美しくないものは見えない場所に隠せばいいんです。段ボール箱やゴミ箱を用意しておいて、不要であると判断したものはその中に入れていきます。すぐに判断できないものは一時保留ボックスに入れて、一定期間が過ぎたら手放すかどうかを改めて判断しましょう。このステップでのゴールは、部屋をすっきりと美しくして同時に機能的で整然としている部屋にすることがゴールです。必要なものを探すためにごちゃごちゃした山をかき分けて探し回る必要がないようにするためです。ステップ5、手放す。一番難しいステップであるステップ4は終わりました。最後のステップは行動すること、つまり捨てる、手放すです。ステップ4で何を手放すのかを決めましたよね。次はどのように手放していくのかを判断していきます。リサイクルショップに売るのか、オンラインで売るのか、寄付するのか、再利用するのか、ゴミ箱に捨てるのか、一番いいやり方で手放す方法を考えましょう。もちろん
捨てずに済む方法が一番です。リサイクルショップに売るにしても、オンラインで売るにしても、儲けを出すことは考えない方がいいと思います。不要なものを家から出す。家がすっきりする。それを一番のメリットと考えることをお勧めします。また、オンラインで売るのは出品や発送に手間や費用がかかる上に、売れ残って結局いつまでも家にあるという状態になりがちなので、人気商品かブランド物でない限りおすすめしません。状態のいいものは寄付する。状態の良くないものは歯切れにして掃除などに再利用するという方針がいいかと思います。捨て方がわからないというのも捨てられない原因ですね。でもこれを機会に自治体に問い合わせたり、ウェブサイトで捨て方についてきちんと知っておくことが大切です。大抵はややこしくて面倒で費用がかかったり時間がかかったりいろいろ困難はありそうですが、絶対やるぞ、絶対捨てるぞという気持ちが大事です。さて、ステップ5までやり通すことができたらあとは楽です。一箇所でもきれいにすると連鎖的に他の場所もきれいにしたくなるからです。捨てる勢いがつくと自分の気持ち的にも捨てても大丈夫ということが分かって楽に手放せるようになってきます。そして気をつけないといけないことがあります。家に何か新しく物を入れるとき、それがプレゼントであろうと自分で買ったものであろうと無料のサンプルであろうと、どんな場合でも本当に気をつけましょう。部屋に置いておくべきか部屋から出すべきかを決めるときに、プレゼントでもらったものもたとえ素敵なものでも自分にとっては不要で手放した方がいいものもあります。いざ手放す際に思い出の品だからと急に感情的なことが思い浮かんで手放すのが難しくなるものが出てきますが、その気持ちを乗り越えて決断する必要があります。例えば最も捨てられない思い出の品はプレゼントをいただいた時にもらったグリーティングカードです。グリーティングカードってとっても高いし、見た目も綺麗だし、それを買って書いてくれた人の気持ちを考えると、とってもゴミ箱には捨てられないし、ずっと残しておきたくなりますよね。これは年賀状なんかのハガキや手紙も同様ですね。でも年々増えるばかりだし、いつまで取っておくのかなとも思います。なので捨て活を始めて以来、私は特別な人からのものだったり絶対取っておきたいものだったらキープしますが、ものすごく特別でない限り感謝の気持ちを込めて手放します。思い出の品とかいただき物で手放せないものは何ですか？もしよかったら概要欄にコメントを書いて教えてくださいね。このチャンネルでは捨て活に関する動画をいろいろ発信しています。なかなか手放せない、捨て活が始められないという方は、ぜひこのチャンネルの他の動画も見てモチベーションをアップしてくださいね。最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。